5個親子ラーメンです。お待たせいたしました。すみません。鶏肉中華そばです。お待たせいたしました。特上です。卵です。ありがとうございました。いつもありがとうございます。はい、鶏肉中華そばです。どうぞ。おはようございます。おはようございます。鶏の出汁とそれを引き立ててくれる椎茸とか昆布とか、煮干しとかが入ってる出汁です。これは炭火で焼いた鶏を一晩漬け込んだその醤油とかがそっちは入ってるタレ、それを低温でじっくり火を入れるんですけど、その鶏肉からの出汁とこのかつお系の出汁を合わせるっていう感じでやってます。焼き鳥ラーメンって珍しいと思うんですけど、同じ市内で焼き鳥屋をやってて、コロナの時期に焼き鳥屋の昼間の曲がり営業みたいな感じでのれんを変えてラーメン屋をやりだしたっていうのが、きっかけで、そういう形だったので焼き鳥と鶏に特化したラーメンがいいなと思って。焼き鳥はどのぐらいやられてたんですか？焼き鳥自体は15、6年やってます。朝はなんかその親子丼が食べたいという声がすごく多かったので、親子丼とちっちゃい細麺の味噌汁ラーメンをつけるようにして、それが結構出るとその1個の丼なんで、普通のラーメン屋さんより米がちょっと出るんじゃないかな。今だと、とりあえず2升25炊いて、もしかしたら追加したりとか途中で。基本的にはカットしてすぐできるような形にはしといて、火にかけれるように。生姜とか香辛料系、油と香辛料で油にそういうのを移すみたいな感じです。コロナの時期にそのラーメン屋で2つ始めたんですけど、ありがたいことにそのコロナが明けて、忙しくなって、どちらもキャパが30席ぐらいだったんですけど、その昼間やりながら夜は焼き鳥で、焼き鳥も串にポンポン刺してこだわって結構やってたので、それをやりながらラーメンがめちゃくちゃ忙しいと、多分このままいくとすごくクオリティが下がってきちゃうっていうのが一番で、それをちょっとどうにかしないといけないなと思ってて、その焼き鳥は本当に15年ぐらいずっとやってたんで、お客様もすごく一緒に育ててくれたというか来てくれてたんで、春日井内だし、そっちに移ってちゃんとラーメンに集中して一回やってみたいなっていう気持ちがあって決断しました。
中ではい肉って部位とかあるんですか？もも肉を基本としてて、朝はちょっとヘルシーに入れたいなっていうので胸も入れてたり、台湾には少し胸が入って、昼間のチャーシューは、ももを 100% でこう塊にしてチャーシューっていう感じにしてるんですけど、朝は1枚のままを炭火で焼いて、それを炊いてるのでこう崩れやすくっていうのでほぐれ肉って呼んでて、ほぐれるような感じで、チャーシューっていうより1枚の朝のほぐれ肉、ももと胸です。タレというか、炊く前のかつお、しいたけとか昆布とかこういろんなものが入ったやつに一晩ポンと漬け込んで焼いたすぐ、そうすると香りが閉じ込まれて、焼いたらそこに漬け込んで、それを低温でじっくり炊いていく。美味しく胸も入れてヘルシーにっていうので、少し値段を落としたかった、ほんのちょっとですけどお値打ちに提供ができるかな。そのままチャーシューを巻く手間の分ちょっとお安くしてる。前日に炭火で炙ってちょうどいいところで叩きぐらいのもも肉を使って、これを最後に仕上げる。朝の親子丼の大きさのやつ。チャーシューと一緒に炊いたネギを細かく切って混ぜご飯みたいな感じのおにぎりにしてます。ラーメンに一番最後の方に入れてちょっとお茶漬けみたいにしてもらうのが一番美味しいかなって思いますけど、でもいろんな食べ方してもらってます。お客さん見ると、朝せっかく早起きしたらっていうので、ちょっとなんかいいことがあったらいいなっていう気持ちを含む、朝の一番先着2名様まで倍の大きさのおにぎりを作って、で朝一来られて一番乗りしたら、あ、でかいやつあったみたいなのがなんか嬉しいかなと思って、皆さん大きいやつ取っていってもらって嬉しいです。行った時に、できれば何かがあるお店にしたいなと思って、なんか本当にちょっとしたことでもいいんですけど、何かトッピングが今日できるとか、麺が変更できるとか、ちょっとそういうのを週末に持ってきたりとか、インスタとかで告知させてもらって、結構急ですけど、今回は親子ラーメン、親子丼が人気なんで、ラーメンと合わせたらどうかなってずっと思ってたんですよ。ちょっと調整して合わせてみたらめちゃくちゃ美味しくて、これは出してみようと思って、何回か出しててすごく好評なんで、麺の変更の手もみ麺、それと合わせると親子ラーメン結構美味しいな。今回はそのやつを、先着20名様ぐらいでやります。お客さんはいろんな方がいらっしゃって、この辺工場も多いし、夜勤のお客さんとかお休みの方だったり、普通に奥様たちが朝ラーメン食べに来てくれたり、お子さん連れてきたり、普通に平日でも仕事前の方がいらっしゃったり、うちのやつ本当に無課長で作ってて、体を整えるぐらいのイメージして作ってるんですけど、だから別にその重たく
ないように作ってるし、食べた本人もお腹いっぱいになって満足感があるように、年配の方もそれで朝からラーメン食べたって元気だねってそのお友達に言われるようなラーメン屋がいいなっていう風に考えて看板とかにも書いたりしてる。そう、これが開始と。チーユです。親子ラーメン、縮れ麺、お待たせしました。失礼します。すみません、順番に券売機からいただけますか。奥の方からどうぞ。すみません、寒いから。はい、本日はよろしくお願いします。はい。じゃあよろしくお願いします。はい、すみません。酒のとこはい、失礼いたします。親子ラーメンです。どうぞ。お待たせしました。あとご飯あります。失礼します。大ライスになります。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
大変お待たせしてます。鶏肉中華そばです。お肉の方崩しながらお召し上がりいただけますか。納豆ラーメンです。はい、すみません、お待たせいたしました。どうぞ。お待たせしました。親子ラーメンです。はい。鶏肉中華そばです。はい、失礼いたします。大変お待たせいたしました。すみません。鶏肉中華そばです。お肉の方崩しながら召し上がりいただけますか。ごちそうさまです。ありがとうございます。ありがとうございます。お待たせいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、またお待ちしてます。いらっしゃいませ。裏に変えて番号。ありがとうございました。いつもありがとうございます。すみません、お待たせしました。はい、お待たせしました。大変お待たせいたしました。納豆ラーメンですね。はい、すみません、どうぞ。お待たせしました。台湾ラーメンです。はい。よく混ぜてお召し上がりください。お待たせしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、いつもありがとうございました。ありがとうございます。お待たせしました。ありがとうございます。量これ出してくれる。一番さ。お待たせしました。ほぐれの半熟卵トッピングになります。いや、すごい美味しい。スープも結構香ばしい感じして、鶏肉もすごいホロホロですごい噛まなくても崩れるんじゃないかなぐらい柔らかくて、とっても美味しいです。材料ってある？どうもありがとうございました。はい、すいません。ありがとうございました。どうぞ。
らっしゃいませ。いらっしゃいませ。お待たせいたしました。お待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼いたします。これ台湾ラーメンです。はい、よく混ぜてお召し上がりいただけますか。お待たせいたしました。鶏肉中華そばです。お肉崩しながらお召し上がりください。香りもラコラーメンがいい。ダメ。どうぞ。いいよ。お疲れ様です。お疲れ様です。新井さんよく来られるんですか？まあ、そうですね。結構今週1ぐらいで、お仕事何されてるんですか？ちょっとバーの経営を、僕ら夜型人間なんで、朝にちょっとやっぱラーメン食べたいっていう気持ちがあるんで、飲んでないんです。朝ラー最高っす。飲んでないし。ありがとうございます。何？あっちも行っちゃっていいですか？いっちゃうよもう。いいです。置いてっちゃっていいですか？どうぞ。先にコールでいいか。お味いかがですか？美味しいです。はい、ありがとうございます。お味いかがですか？めっちゃうまいっす。納豆ラーメンがもう一つ。はい。はい。ありがとうございます。ラガーが朝日。じゃあラガーと朝日。お待たせしました。美味しかったー。お待たせしました。
はい、納豆ラーメンです。どうぞ。今日は何を召し上がられたんですか？今日納豆、朝風呂行ってから納豆。日々美味しくなってる気がする。と勝手に思ってますけど、わかんないけど。いらっしゃいませ。ごちそうさまでした。こちらも好きどうぞ。はい、鶏肉中華そばです。どうぞ。お肉の方崩しながらお召し上がりください。ありがとうございます。ありがとうございました。すみません、助かります。ありがとうございます。火を炙ってくれる。レシキに手伝ってくれる。これ頼む。とお昼のラーメンの違いは、まずこのチャーシュー3個ぐらい塊にするんで、朝のやつよりちょっとしっとりするというか、チャーシュー食べてるなっていう形になるんですよね。朝のやつはそのまま1枚なんで、そのまま、ほぐれるようなホロホロの食感なんですけど、こっちの方はちょっとこう水分が中に溜まるというか、このままの形なんで、焼き鳥とそのチャーシューの作り方で、僕の中では脱水加水が結構重要かなと思うんで、焼き鳥って余分な油と水分を落とす脱水の効果があって、それをした後にだしに漬け込んで1日っていうのところで加水してその味がより入る。臭みだったりとかそういうものは焼き鳥の効果で、消えていい炭の香りになると思ってるんで、それがこのチャーシューだとより表面がいい色として、中は結構しっとり、こんだけ分厚くても低温でじっくりやるんで、その食感が豚に負けないような
チャーシューを作るっていうのが目標なんで、そういう風なところが一番違います。あとはその味が選べるっていう形で化学調味料をなしで作りたいなと思って、やっぱりそれ入れるだけで味の決め手だったり、なんかもうパンとやっぱ味が変わってちょっと癖になるっていうか、やっぱりラーメンの中毒性みたいなのはそこで出ちゃったりするんで、化学調味料なしでやるっていうのはなんかこの挑戦みたいな、ラーメン屋としてのここまで美味しいの出せますっていうなしでも美味しいものが作れるなって僕の中では思うんで、どっちか選んでもらうっていう意味でそのどっちもにしてる。その分朝は塩を置いて塩分をちょっと調整してもらったり、濃さを少し調整できるような形で、朝も昼もどっちも来てもらいたいなっていう形で変えてます。じゃあ一番ペーどうぞ。はい、どうぞ。お願いします。激辛の大盛り。はい。よく混ぜてお召し上がりください。どうぞ。とても美味しいです。ちょっと辛いけど美味しいです。そうですね、そこそこ来る感じですね。先週も来ましたけど。あ、そうですか。何召し上がってる？激辛取りたい。はい、結構辛いです。普通になります。麺ほぐしました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、失礼します。鶏台湾ラーメンになります。大変お待たせいたしました。鶏肉中華そばのあっさりです。はい、いいですか、じゃあ。ありがとうございます。助かります。はい、すみません。お待たせいたしました。すみません、失礼いたします。気をつけて出してください。はい、いらっしゃいませ。2名様ですね。少々お待ちいただけますか。ありがとうございます。お願いします。千葉県の柏というところから来ました。今日たまたま近くに車を今止めてたんですけど、美味しそうなラーメン屋さんを調べた後に鶏のさっぱりするの食べたいなと思って、はい、来ました。お味いかがですか？さっぱりしてるんですけど、なんか深みがあるというか、すっと喉にも通ってきてめちゃくちゃ美味しいです。大変お待たせいたしました。鶏肉中華そば上のあっさりですね。はい、すみません。大変お待たせいたしました。どうぞ。
らっしゃいませ。はいどうぞ。いらっしゃいませ。失礼いたします。お待たせいたしました。鶏肉中華そば状のあっさりですね。失礼いたします。はい、ニンニク玉醤油です。あとご飯どうします。ありがとうございまありがとうすご。ざいました。大変お待たせいたしました。はい、あっさりの上塩卵入りです。どうぞ。はい、すみません、どうぞお待たせしました。よかった、今日生きてて。いただきます。あー、めっちゃ嬉しい。一番ね、このネギが好き。ネギからいこう。焼きネギや。どう？うんうん。よく新井さん来られるんですか？あ、そうなんです。前に焼き鳥屋さんだった頃からすごい大ファンで、その時は夫と行ってたんですけど、今は夫以外の女友達すごい誘ってめっちゃ来てます。私納豆ラーメンがすごい好きで、納豆ラーメン初めて食べた時に納豆とラーメンってめっちゃうまいんやってなって、でそこからもう納豆ラーメンを食べに頑張ってきてます。今日は納豆ラーメンじゃないんですか？今日納豆ラーメンなかったこれも好きやで、あと親子丼が今日あるってインスタ見て、親子丼は迷わず選びました。お疲れ様です。ありがとうございました。また来ます。はい、またお待ちしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。たどり着けれない。失礼いたします。特上です。大変お待たせいたしました。はい、すみません。失礼します。上位になります。気をつけてお越しください。はい。助かります。ごめんなさい。はい、すみません。ありがとうございます。よろしくお願いします。生ラーメンです。ごめんなさい、ありがとうございます。はい。どうぞ。3つどうぞ。ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございます。すみません、お待たせしました。いらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ください。鶏台湾ラーメンお2つです。はい。よく混ぜて召し上がりいただけますか。
ベースに調味料入れて、昆布とかしいたけとかも入れるんですけど、ちょっと甘い返し、そこにも鶏が入ってるんで、シー油、鶏の油、その鶏白湯のだしで鶏肉なんで、めちゃくちゃ鶏なんですよ。めちゃくちゃ鶏に仕上げてる。鶏台湾ラーメンの大盛りです。お待たせいたしました。よく混ぜてお召し上がりください。ありがとうございます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 。ご飯結構つける。